はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのは、トリュフをね、丸々一つ使ったペリゴール地方の、郷土料理であるシュルプリーズトリュフというパイ包みの料理をご紹介いたします。こちらですね、シュルプリーズっていうのは、驚きのとかっていうような意味になりますね。パッとね、こうパイを切った時に、中からトリュフが丸々1個出てくるっていう、結構ね驚きの料理にはなりますけども、こちらですね、私が修行時代の時に、先輩から教わった、ペリゴール地方のね、郷土料理の方を教わることがありまして、こちらを今回、ご紹介させていただきたいなと思っておりますので、早速作り方の方いってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。こちら、フィルタージュ生地になりますね。はい。で、こちらパテ用のミンチ肉、牛肉ですね、牛肉と豚の合いびきとオニオンソテーになります。で、こちらペリゴール産の黒トリュフになります。もう部屋中がもうトリュフの香りで充満してますね。で、今回はマデラのソースを作ります。ペリグに使うソースになりますね。で、こちらがフォンドボーになります。で、ソースマデラを作る時のマッシュルームとエシャロットになりますね。で、バター、ブールモンテ用のバターになりますね。はい、こちら黒トリュフの、アップになりますね。で、形のいい方、ちょっと茶色いと思うんですけども、おそらくこの中の方がですね、こちらはちょっと白いタイプ。で、こちらは黒い、真っ黒、中が黒くなりますね。で、こっちの方が大理石模様になりますので、あちらを使います。で、エシャロットはエマンセ薄切りにいたします。こんな感じでお願いします。で、シャンピニオンも同じように薄切りで。こんな感じですね。で、パテ、を作っていきます。特に難しいことはありません。牛肉、豚肉のミンチに、こちらオニオンソテーと塩コショウ、でここで一回しっかり練っていただきます。で、粘りが出てきたところで、こちら卵半分で大丈夫ですね。で、これでもよく混ぜます。で、こちらパン粉ですね。今回はブリオッシュ生地のパン粉をちょっと使わせていただいております。パン粉は何でも大丈夫ですよ。はい。で、こんな感じで仕上げてもらえれば OK です。で、それをトリュフにくるみます。で、このつなぎ目のところを下にしますので、こうグッとね、上にこう持っていっていただいて、で、余分なミンチは外しちゃって OK です。こんな感じですね。これで一回冷蔵庫で冷やします。で、フィルタージュ、こちらをですね、今から伸ばしていきます。まずは台座のところからやっていきますね。軽く伸ばしていただいて、で、型を抜きます。で、冷やした、トリュフのものを乗せて、で、ここでドリューの方を卵黄ですね、塗っていきます。で、こちらの卵黄なんですけども、若干牛乳を入れて伸ばしてますね。はい。で、その上にこれを今からかぶせていきます。
でこの時に上からこうかぶせていくんですけども、ゆっくりこう空気を抜くようにふわっといきますね。ここ結構大事な作業になってきますね。ここでしっかり形を作っていきます。で、このセルクルの裏側の丸まってるところですね、そこをおしんのようにこうグッと押して、まず接着かっちりさせていきます。でここから、周りをね、セルクルで抜いていきます。もうその際にはこの接地面のところはね、しっかり薄くしていきます。これでまず原型が出来上がりましたね。で、ここからさらにフォークのおしんをつけていきます。まず分かりやすいように4隅やって、で次8方で最後に、残りのところを押していくっていう形で決めていきました。でさらにそこからまた型で抜いていきます。で、これをですね、卵黄を塗っていきますが、これ先ほどもお伝えしたと思うんですけども、牛乳を入れて少し伸ばしてます。で1回目これ薄く塗って、1回乾かします。冷蔵庫に入れて乾かした後に今2回目塗ってます。でなぜそれをするかということなんですけども、濃い卵黄でやってしまうとですね、結構液だれした時にはっきりした液だれの線が見えてしまうっていうのがあるので、まず薄く塗ることで綺麗に焼き上げることができるっていうことがまず1点ですね。で、今からこれを飾り包丁を入れていきます。ゆっくりパイ皿をね回しながら飾りを入れていきます。で最後にこちらチムニーですね。煙突穴みたいな感じでこう、蒸気の逃げ口を作ってあげました。でこんな感じですね。では今からこちらソースマデラをまず作っていきます。先ほどのエシャロットの方をバターで軽くしんなりするまで炒めていきます。で、そこに、マッシュルームを入れていきます。でこちらも同じようにしんなりしたらこちらのマデラですね、もうがっつり入れちゃいます。ここはもう容赦なく私は入れますね。一般的にはフォンドボーに対して、大体5分の1の分量なんですけども、私は結構同量に近い、同量はちょっと言い過ぎかもしれないですけども、7割5分ぐらいの量で入れてしまいますね。はい。でここで軽くねアクを取ります。でここまで煮詰めます。もうしっかり煮詰めちゃって大丈夫です。こんな感じまで煮詰めてしまいましたらここでフォンドボーを入れていきます。でここでもねアクが出てきますので、これもしっかり取ってあげましょう。でここまで煮詰めてまず、ソースマデラの完成になります。こちらがソースマデラになりますね。で、これから、ソースペリグにしていきますので、使う分量だけまず、小鍋に移していきます。で、トリュフをスライスします。で、みじん切りにしてこれをソースに加えていきます。こんな感じですね。
で、バターで、モンテしていきます。ここでね、濃度をしっかりつけていきましてから、先ほどみじん切りにしたトリュフを入れていきます。こちらですね。もうこれも、もう容赦なくいっちゃってください。で、大体濃度的にはこのぐらいの濃度でいいですね。ではこちらパイの方を焼いていきます。こちら大体今220度で20分焼いたものになりますね。途中1回ひっくり返してですね、10分経ったところで反転させて焼き色を均一にするように焼いております。焼き上がりはこんな感じですね。で切っていきます。今ポロッと落ちましたよね。この時私包丁を持ってた時にやっちまったなって結構思いましたね。いやーお恥ずかしい。ちょっとね切れ目の入れ方が甘かったですね。もう本当にここはちょっと今心の中で悔しがってはいるんですけども、まあ中はこんな感じでね、しっかり中の黒い、黒トリュフをお見せすることができましたね。もうこれは本当に一発勝負ですので、こんな感じですね。ではドレスです。もう本当にシンプルに、パッとね、置いていただいて、でそこにソースペリグーをもうここもね容赦なくいっちゃってますね。いやー美味しそうですよね。もう香りがここまで届いてきそうなソースペリグーの素敵なこの照り具合とかもう最高ですね。で、すいません、ここ実食なんですけども、なぜか4倍スローの音声が入っていないということになってしまいまして、ちょっとアフレコの実食にはなってしまうんですけども、もうこちらですね、今からこのねソースペリグをつけて口に運ぶんですけども、もう口に入れた瞬間にこのトリュフの香りがふわーっとこう鼻に突き抜けた後にですね、そこからまた追いトリュフとしてこの、ペリグーのねもうこの力強さという華やかさ、もうエレガントさがですね、もうなんとも言えない素敵な味でございました。はい。シュルプリーズトリュフいかがでございましたでしょうか。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。シュルプリーズトリュフでございました。いやーもうね本当に試食中のもうまあ試食もそうですし材料紹介の時もそうだったんですけども、もう部屋中がもうトリュフの香りでねもう充満して、で、かつですねもうパイを開けた時の香りはもう最高ですよね。なかなかトリュフをね一つ丸ごと食べるっていうのはなかなかいやものすごい贅沢だなってこう思われるじゃないですか。で、こちらまあ実際にペリゴール地方の方に修行に行かれていた先輩の方からまあこちらお教えいただいたレシピまあ郷土料理になるんですけども、まあまあ昔ですよね。昔トリュフというのはここまで高価なものではなかったそうです。でまあもともとのこの郷土料理であるシュルプリーズトリュフっていうのはまあトリュフがまあこうね結構身近にポンポンとこう取れるものだったらしくて、でそれを取ってきて、でまあミンチ、パテですよね。ミンチ肉は正直何でもいいらしいです。で何でもよくて、でそれをまあ薄くね、こう丸めて、で、まあフュータージュパイにですね、パイ生地に、ああいう風に綺麗な形に包むんじゃなくて、もう巾着状にキュッ
とね、絞るだけらしいです。これもちょっとびっくりしたんですけどね。で、その絞ったものをもう暖炉にね、放り込むらしいんですよ。で、放り込んで、でもそれで焼き上がったやつをバリバリってこう割って、でも食べるっていうものが、もともとのシュルプリズトリュフの、郷土料理だった原型の形っていう話は聞いておりますね。で、今でこそですね、洗練されて、シュルプリズトリュフに合わせて、ソースペリグを、つけるっていうのが結構こうスタンダードにはなってはいるんですけども、なかなかこの料理、実はコース料理ではなかなか出しづらい料理ですね。で、どういったところで使う料理なんですかっていうところなんですけども、自分が見た限り、例えば、どこどこの誰々が、昇進したよとか、プロジェクトで成功しましたとか、例えば、あの方をお祝いしたいな。でも、メッセージプレートじゃな、メッセージプレートも渡すけども、もう一つ何かサプライズしたいっていう時に、コース料理の合間のところで、サプライズで、このシュルプリズトリュフを、ご提供させていただいて、驚いていただくっていうような使い方の料理になったりとかはしますね。はい。アラカルトで、当然ご用意はしている料理だったりはするんですけども、値段がですね、一皿、これ私がいたレストランのところでは、確かね、6万かな？一皿6万になりますね。はい。6万からで、確かね、一番高い、当然トリュフなので、時価なのでね、変動はするんですけど、一番高い時で8万ぐらいだったと思います。はい。というぐらい、なかなかね、なかなかな一皿にはなるんですけども、ただ、トリュフをね、最大限に美味しく召し上がっていただくっていう料理の中では間違いなくこの料理がトリュフを一番美味しく召し上がれる料理だなということは感じております。やっぱりトリュフっていうと、イメージのある薄くね、こうスライスして召し上がっていただくとか、あとはソースペリグのようにね、ああいうふうにこう刻んだものをマデラにこう加えてソースペリグとして利用していただくっていうようなことが多いんですけども、こちらのね、シュルプリズトリュフ最高の贅沢の一品となっております。はい。いかがでございましたかね。はい。こういう形でね、シュルプリズトリュフご紹介させていただきました。皆さんはパイ料理、どんなパイ料理好きですかね。私はですね、やっぱりこのシュルプリズトリュフ、最初は驚きました。で、実際に自分で食べてみたときに、毎回は食べれないけれども、どこかでね、こう食べれるチャンスがあったら食べたいなっていう料理の一つだったりします。はい。ではね、また次の料理でお会いしましょう。またね。バイバイ。